日本史義時の最後。北条義時は62歳で各家にか乱を併発して念仏を唱えながら発病からわずか2日間で静かに息を引き取ったと吾妻鏡には書かれている。ところがか乱とは現代医学で言えば急性胃腸炎であり、本当は嘔吐や下痢でもがき苦しむはずなのである。このように義時の死因には不明な点が多く、本当は5歳の伊賀の方に毒殺されたのではとの疑問が提示されてきた。北条義時の最後を詳しく見ていこう。1221年、承久の乱で勝利した義時は以前と変わることなく執権として鎌倉で幕政に日々淡々と取り組んだ。またこの頃の義時は60歳近いという年齢にもかかわらず、毎年のように伊賀の方との間に子供を設けている。比企氏の乱で義時は先妻の姫の前と別れた。そして義時は娘よりも若い伊賀の方と結婚して男子3人女子3人の合計6人の子供を設けた。義時と伊賀の方の長子である政村は1205年元久2年6月22日に生まれたが、奇しくもこの日は畠山重忠の乱で重忠が誅殺された日であった。また政村が元服すると烏帽子親は三浦義村が務めている。当時の慣例としては現役の正室の長子が嫡男となるのが普通で、この時点で北条氏の嫡男は長男の泰時ではなく政村であった。壮健であった義時だが、60歳を過ぎる頃から各家の症状が出始めていたようである。ご存知のように各家は白米摂取によるビタミン B1 不足によって発病する。ところが鎌倉時代の精米技術はまだ未熟で、鎌倉武士が食べる米は玄米に近かったためビタミン B1 も豊富で、義時の症状があまり重いとは考えにくいのである。それはともかく吾妻鏡には北条義時の臨終の様子がおおよそ次のように記されている。義時は1224年元任元年6月12日の午前9時ごろ、急に容体が悪くなる。大病を患うことのなかった義時にしてはみるみる衰弱して重体となった。陰陽師たちが祈祷したが効果はなく、翌日の午前8時ごろに死を悟った義時は将軍の九条頼経に出家願いを出している。当時の鎌倉武士にとっては許可なく出家することは大罪であったからである。静かに行がした義時は念仏を熱心に唱えた。そして最後に胸の前で両手を合わせた北条義時は念仏を数十遍唱えると静かに息を引き取った。北条義時の臨終の姿は見事であった。死因は各家にか乱を併発したためだと吾妻鏡には記録されている。ところが現代医学でか乱とは急性胃腸炎だとされている。とすれば激しい嘔吐や下痢が伴うはずである。ご存知のように吾妻鏡は鎌倉時代後期に北条氏によって編纂された記録書である。内容はすべて北条氏、特に義時とその子孫である北条徳宗家に都合が良いように書かれているという特徴がある。そのため
北条義時が各家撹乱のために静かに息を引き取ったとする最後の様子もそのまま信じることはできないのである。一方、藤原定家の明月記に次のような記録が残されている。義時の死から3年後、京都で二位の法院村長という僧侶が逮捕された。村長は承久の乱を起こした首謀者の一人で、逃亡中に発見され自害しようとしたが、傷を負ったまま捕獲されている。その村長が取り調べで、早く首をはねよ。さもなくば、義時の妻が義時に持った毒で私を早く殺せと語った。六原短大の北条泰時と時房は驚愕して村長に問いただした。すると村長は、死ぬ間際の者が嘘など言うはずがないと答えたという。藤原定家はあまり北条氏とは利害関係のない立場で記録しているため、その内容は信憑性が高い。村長の兄は一条実政であり、実政は義時と伊賀の方の間にできた娘と結婚している。つまり義時と伊賀の方にとって一条実政は娘婿であり、村長は実政の弟で身内の者である。さらに伊賀の方は義時の死後に実家の伊賀氏と共に九条頼経を廃して一条実政を将軍に、泰時ではなく自分と義時の間に生まれた政村を執権にしようと画策したとされている。この伊賀氏の変には政村の烏帽子親である三浦義村も関与していた。しかし北条政子が事前に察知して、謀反は未遂に終わっている。伊賀の方は哀れにも伊豆の北条へ配流され、数ヶ月後に流刑先で死去している。北条義時が伊賀の方に毒殺されたという確証はまだ発見されていない。また伊賀氏を陥れたのは北条政子の陰謀だとする説も存在する。しかし将軍頼経の父九条道家も毒殺されたと言われるほど毒を盛られて殺害されるケースが当時は多かったのである。北条義時の急死には謎が多く、吾妻鏡が臨終の様子を覆い隠そうとすることもまたいぶかしい。吾妻鏡が北条義時の臨終の姿が見事だったと書き立てれば書き立てるほど、真実かどうかを突き止めたくなるのが人間の性なのかもしれない。